はい、皆さんどうもこんにちは。クイチャンネルのクイです。今日ですね、またゲストを呼んでいます。林さんです。林と申します。よろしくお願いします。林さんはもう21年間日本に住んでいて永住権を取っています。私たちのような外国人ですね、日本に来てたくさん日本人の友達を作りたい、そして親しくしたいと思うんですが、そういうことはなかなか難しいんですね。なのでそんなベトナム出身の林さんに日本での生活をどんどんインタビューしていきたいと思います。改めてもう一回自己紹介していただけませんか？林と申します。日本に来て21年目になりました。もう日本の生活の方がベトナムより長くなりました。林さんは、まだ帰化していないんですね。そうですね、まだ帰化してないで永住だけ取ってます。そうですね。ちょっと気になるところは、なんで林って言ってますか？一番親しいの日本人の名字をいただきました。その話をぜひ今回の動画で本当に聞きたいと思います。林匠という7年前に亡くなった方なんですけど、林さんがうちの家族と5年半ぐらいかな、5年半一緒に住んでたんですね。で林さんはうちの主人の上司でした。一緒に住んだ時はジージーと読むんですよね。友人のような存在、お父さんのような存在で何でも打ち明けられる存在です。住んでる5年半ぐらいはすっごく幸せな期間だったんです。どんなきっかけでそのジジが一緒に林さんの家族と一緒に住むことになったんですか？ある事故があって、ジジが声帯の手術をしないといけないんですけど、2年半ぐらい入院生活したんですよね。で出た後にお金も全然なくて、全くない状態で困ってて、住む場所もなくなるので、うちに相談に来たの。生活保護を受けるか受けないかの相談と困ってて、でその時私ふっと話をして「本当に政府を受けたいですか？」って言ったら「いや、それは絶対嫌、お金もない、住む場所もないし」そしたら私ふっと主人と相談したら「うち今一つの部屋空いてるよ、来て、1ヶ月住んでみて、お金あれば出ればいいじゃないですか」って言って、そう優しいそのきっかけで本当に住んでて、そしたら1ヶ月住んでみて「なんか出たくないな」そしたら「3ヶ月おじじ引っ越ししたいんだったら引っ越ししていいんだよ」って言ってでもその綴りでもう5年半そのジジの最後の人生で本当にいいことがありましたね。でもジジもいっぱい助けてくれたからね。じゃあジジからどんな教えがありましたか？で、林さんもとても苦労な人生をして、苦労したらいろんな勉強もあってて、私も直接いろんなことを教えてくれたんですよね。その中では料理で、林さんは25年間料理人だったんですよね。シェフだったんですよね。なので日本の料理とかフランス料理とか、いろんなものが本当に美味しく作ったので、私一緒に住んだ当時は5時大体終わったんですよね。スーパー行ってで、普通だったら今日何をしようかなみたいなすると電話して「ジジ今日はサバが安いんだけど買った方がいい？」って言ったら「いいよサバ美味しいね」そしたら買って、帰った後に「ジジちょっと臭いんだけどどうやって臭みを取るの？」みたいなのをあれして、そしてまた電話で説明して「例えばお酢はちょっと薄くなってあれをして、料理は一つ、もう一つは知識ですよね。日本の文化とかね。確かにこれはとってもいいことですね。その中では、今でも私はやってる引き継ぎみたいのは、歯を研くこと、ナイフを週1回ぐらいかな、毎日やってます。料理人だったので綺麗な包丁を使いたいんですよね。で綺麗な包丁だとストレスなく料理を作ることができるので、簡単にものを切ることができるし、クイさん7つの習慣って読んだことある？見たことがあるんですけど読んだことがないんです。その中に最後が
歯をずっと一生やらないといけないんだよという意味で、じいじの話だと自慢できるのは、うちの歯より切れる包丁だったら私も見に行きたいわって言ってくれたんで歯を研ぐことは、もしクイさんそういう機会があればね、ストレス発散ではないんですけど、ゆっくり自分のことを考えながらやるのはすごくいいと思うね。すごい勉強になりました。で、毎回亡くなったじいじのことを思い出しています。さっき林瀬さんが話したのは、そのじじから教えていただいたこと、一つ目は料理ですね。で、二つ目は知識って言ったんじゃないですか。はい、で、その知識の話と歯を研ぐ話、なんかどんな関係がありますか？当時はじじも仕事をしてたんですよね。だからほとんど会わないんですよ。会わないから、じじは歯を研ぐ時には私は隣に話を聞いて、いろんなことを聞くのね。例えばこのことについて日本の文化がどうなのかとか、なるほど、はい、そういう時間も、今思い出すと学習時間みたいかなって感じがする。じじに出会えたことは本当に人生での宝物ですね。そう、私にとって宝物であるし、はい、その、思い出すだけでも人生の一節だなってすっごく感じます。じゃあじじ以外誰か他の素敵な出会いがありましたか？実はじじの幼なじみですね。最初の出会いはもうその時は一緒に住んだ時からも時々は会ってたんですけど、はい、親しくなってからは亡くなってからかなと思うんだよね。じじが亡くなった後に親しくなってて、どんなきっかけで親しくなったんですか？じじは3ヶ月ぐらいです、在宅看護、お家でいろんな病気を見てて、うちの家でずっと在宅を過ごして亡くなったんですね。はい、特に最後の1ヶ月はもう週3、4ぐらいにその友達、じじの友達が来て、お弁当作ったりとか食べ物持ってきたりとか、お話し相手みたいのを来て、で最後、その時私も仕事をしてるので、仕事を休めない時はその方にお願いして、なんかこれを食べたいみたいで、いつも純子って言うんですけど、純子さん買ってくれませんかって純子さんが毎日が来てくれて、私もすごく助かったんですけど、最後の1ヶ月ぐらい、本当によく来てくれて、いろんなものを作って、じじも最後の幸せの方も、でその後は純子さんも言ってくれたことはすごく感動して、私は15年の引き継ぎますみたいに言ってくれたのね。続きはもうじじがいないから、いる私はその続きをしますみたいな言ってくれて、本当にありがとうございますって言ってくれたんですね。あとは趣味がすごく合うので、趣味は純子さんがすごく粘土の花って見たことある？粘土の花？粘土でお花を作るのね。純子さんは粘土の花がすごく綺麗に作ってるの。本当の花みたいですね。本当の花みたい。これが純子さんと一緒に作ってた粘土の花。本当の花みたいですね。私もそういうのが細かいのが結構好きな方なんですよね。で、純子さんそれぜひ教えてみたいなして、毎週のように純子さんの家に行くのね。純子さん会社も経営をして、素敵な方で、何を聞いても教えてくれるような存在なので、お花を作る間にいろいろお話をして、おしゃべりをとかをして、で帰った後に、お花を持って帰ってお友達にあげるんですけど、例えば、子供の出産お祝いとか新築のお祝いとか、お花を作ってプレゼントをしたんですよね。一緒にその粘土の花を作る期間は本当に貴重な期間の時間でしたね。私本当にいいなと思ったのは、じじと純子さんと林さんの関係で本当に緊密で、私日本に来てまだ5年間なんですけど、例えば日本人のお年寄りの方ですね、息子さん娘さんが離れて住んで、一人で家にいて、もう死ぬまでもう一人っていうニュースとかも
よく聞きました。ですがジジさんのことを亡くなるまでにもう林さんとその純子さんっていう周りの人本当に面倒してくれる人もいて、本当に幸せな生活をやりきったと思います。はい、その2名以外次の方誰かいますか？3人目は今思うと衣のおばあさんみたいな存在ですね。おばあさん、私のお母さんではなくて本当に、私の衣を孫みたいに接してくれるような存在ですね。はい、きっかけ出会いは、2人目出産した後に仕事も忙しくて残業しないといけない時があるのね。はい、そしたら日本のいい制度があってファミリーサポート聞いたことある？ファミリーサポートには、年の方が多いんですけど仕事が一段落終わっててそれで、地域の子どもを支えていこうという制度があるんですけど、利用すると子どもを頼みたいお母さんは、50% 払ってあと区役所が 50% 払ってくれる、で1時間大体500円安い、私住んでる地域は500円0歳から頼んで多い時は月5回、5日、毎日朝夕とか頼んでた時あったんですけど、でそれで数年間 2年ぐらい3年やったらそのおばあさんも引退するんですよね。だけどうちと親しいので遊びよく来るんですよね。で遊びよく来るのでこれもいろんなことを一緒に塗り絵やったりとかして、で最近小学校に上がっても0歳からもう6年間ずっと接したらおばあちゃんみたいじゃないね、毎日会ってるし、そしたら小学校に上がったら下の子が一緒に習字やってるんですよ。コロナになってから、外行くのも、大変だし、家の中だと毎週何時何時してもう2人をやってて、でそれ以外はピアノをやったりとかして本当におばあさんみたいな存在です最後の質問になると思いますが、林さんはこの3人の方に出会えて自分に対してどんな変化がありましたか？多分クイさんも一緒ですけど日本人の若い者も共通するのは親が隣にいない離れて生活してるのですぐ何でも頼める人が隣にはいないので、そういう実際の寂しさがみんな共通があると思うんですよね。私も一緒でまさにまたベトナムと日本で国境に越えるので寂しいので、その3人の出会いを私の最大の人生だと、じいじだと家族みたいに一緒に住めるので、2人目、純子さんだとこれからもまだ続くので、相談みたいな、頼り出る。あとは逆に純子さんも年を取るので病気をしたら私病院の仕事もしてるので、逆に聞かれて頼られる。私は、頼るのもあるし頼られることもすごく充実感を感じるのね。で3人目はおばあさんの存在もあるのでどうしても親が近くいないだと自分が頑張っても親の役目しかできないのね。そうしたらおばあさんがおばあさんの役目があるのでそういうのを家族がいないから家族を作るべきじゃないかなと思うんですよね。他人でもよくお話をして連絡をして話をしたら、家族以上に親しいと感じる時もあるし、だから3人と出会ったら私は寂し感がなくなるし何かあれば頼れるしお話もできるので、それは最大の変化かな。心の支えと心の変化も幸せな生活を送ることができますね。確かに私たちの人生で毎日楽しく過ごすことはとても大事だと思いますので、今回の動画で林さんの話を本当にすごく詳しく教えていただいて本当にいろいろな勉強できたと思います。日本で今少子高齢化っていう、社会問題になっててお年寄りの方はほぼ一人で住むっていう感じなので、林さんのような話は心温める話になったと思います。本日たくさん話していただいて本当にありがとうございました。クリスさんもぜひね将来自分の大切な人を作ってて出会いは偶然ですけど出会いをキープするのは時々意図的しないとなかなか離れていく場合もあるので、
はい、よく連絡したりとかね、心配したりとか、何かあれば頼るし、お願いするし、そしてごめんなさいというよりもありがとうっていっぱい言った方がいいかもね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ところで概要欄に林さんの YouTube チャンネルも貼っておりますので、でもベトナム語がメインですけどね、日本語はこれからあるかもしれないんですけど、大体医療に関連することなので、もしよければ多分将来、直接この病気どこの病院に行った方がいいのか、そういう情報は私はいっぱい知ってるというあれあるかなって。はい、よろしくお願いします。そして相談などもできますね。はい、はい、次の動画も楽しみにしてください。バイバイ。バイバイ。